本日は埼玉県さいたま市にある鉄道博物館、通称鉄博をご紹介します。大宮駅からニューシャトルで1駅、鉄道博物館駅が最寄り駅です。改札を出てまっすぐ歩くと、こちらが鉄道博物館です。料金はこの通り、前日までに買う方がお得なのでおすすめです。詳細については公式ホームページをご確認ください。入館後に私が一番最初にやることは体験プログラムの抽選です。人気のミニ運転列車などを体験するには鉄博抽選アプリで当選する必要があります。そのため事前に鉄博抽選アプリをインストールしておくことをお勧めします。この他に先着順で体験できるものや体験予約付きの入館券を事前に購入することもできます。詳しくは公式ホームページをご確認ください。それでは中を見ていきましょう。まずは車両ステーション。こちらでは実物車両を展示しており、当時の姿を肌で感じることができます。2階から見るとこんな感じ。この日は3時から転車台回転、汽笛水明実演をやっており、このように現役当時と同じ汽笛の音色を楽しむことができました。イベント情報については、その日開催されるイベント情報が公式ホームページに載っていますので、よくご確認ください。ちなみに別日にはその日限定のイベントで昔は入場の際に切符にパンチを入れてたそうなんですが、それの体験ができました。そしてこの車両ステーション、電車を外から見るだけではなく、なんと中に入ることもできるんです。今ではなかなかお目にかかることのできない古い車両が展示されており、電車の中にストーブがあったり、床が木でできていたりと、今では考えられないような当時の姿を実際に見て感じることができました。この辺の電車は一緒に行った私の父が小さい頃に乗っていたものだそうで、すごく興奮していました。こうやって古い車両の中に実際に入れたりとか、あとは汽笛の音を聞くことができると、本当にタイムスリップしたような気持ちになりますよね。
鉄道博物館は小さいお子さんももちろんですが、私の父のように大の大人も楽しむことができます。車両ステーション2階では鉄道車両の移り変わりなどが年表や車両模型を中心に紹介されていました。この日はお昼を食べていなかったので、昼食を取りにトレインレストラン日本食堂に行ってきました。食堂車をテーマとしたレストランで、落ち着いた雰囲気の中で贅沢な食事を味わうことができます。値段はちょっぴり高いですが、味はとても美味しかったです。鉄泊の横めちゃめちゃ電車が通るので、窓側の席に座るとよく見ることができます。他におすすめなのがランチトレイン。館内に駅弁を売ってるお店があるのですが、そこで買ったお弁当を持ち込み、車内で食べることができるので、ちょっとした旅行気分を味わうことができます。ただお弁当屋さんが早く閉まっちゃうので、営業時間ご確認ください。続いて他のエリアを簡単にご紹介していきます。ここは仕事ステーション。それぞれの仕事のつながりを学び、体験することができる展示室です。続いて科学ステーション。こちらでは展示装置を使って体験・実験することで鉄道の原理や仕組みを学ぶことができます。すごいじゃん。ここはキッズプラザ。小さなお子様連れでも安心して遊ぶことができます。中にはカフェもあります。コレクションギャラリー。ここでは貴重な資料やコレクションがたくさんあったので、ぜひ行ってみてください。最後に皆様にご紹介したいのが鉄道ジオラマ。何個かプログラムがあるのですが、私は鉄道の1日というプログラムを見てきました。特急列車も日帰り旅行のお客様を乗せて各地へ帰っていくようです。中央の駅からは左手に E657 系特急日立が出発しました。こちらの車両は常磐線の特急列車として活躍しています。先ほどご紹介した成田エクスプレスなどで採用された新しい技術を使い、居心地が良くなっています。1日に何回か実演しているのですが、当日のプログラムについては現地でご確認ください。別の日に抽選で当たったのでミニ運転列車体験してきました。めちゃめちゃ楽しかったです。本日ご紹介した鉄道博物館いかがでしたでしょうか。大宮駅からも近いので都心からのアクセスも良く、雨の日でも遊ぶことができます。大人も子供も楽しめる鉄道博物館。本日ご紹介した以外にもたくさんの展示があります。各種割引や営業時間、営業日、その他詳細については概要欄にリンクを貼っておきますので、鉄道博物館公式ホームページをご確認ください。最後までご視聴いただきありがとうございました。次は汐留でございます。あ、通り過ぎた。